ついに登場しました。マインクラフトとポピープレイタイムの公式コラボアドオン、ハギー&フレンズ。今回は、このアドオンに登場するボスたちの特徴、そして可愛らしいトイたちの魅力を簡単に紹介していきます。この動画が少しでも参考になったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ハギーワギー。まずは、みんな大好きハギーワギーです。ハギーは、プレイヤーにつきまとう存在。近づくと姿を消し、しばらくするとまた現れます。最初は遠くから見つめてくるだけですが、時間が経つにつれて少しずつ距離を詰めてきます。そして不気味な音楽とともに行動パターンが変化していきます。チャプター1の鍵を渡すシーンを再現するように、プレイヤーが持っているアイテムを奪ってちらつかせるんです。私の場合はそれがポピーでした。奪われたアイテムはきちんと回収可能です。回収するとハギーは静かにどこかへ消えていきます。しかし安心したのもつかの間、今度は突然目の前に現れることもあります。この瞬間が本当に怖い。最終的にハギーはいつもの姿に戻り、プレイヤーを追いかけてくるようになります。ちなみに各ボスには攻略用の VHS が用意されています。倒すこともできるそうですが、私は餌になることを選びました。マミー・ロングレックス。彼女は洞窟に出現します。ただし狭い洞窟では遭遇しません。ある程度広い空間のある洞窟を選ぶのがポイントです。マミーが現れる前兆は、天井から落ちる砂ぼこりと地響き、そして松明の明かりが次々と消えていきます。やがてマミーが近づいてきて捕まると、そこからマミーとのゲームが始まります。ルールはシンプル。制限時間内に鉱石を8個集めること。成功すれば勝利。しかしその間に敵モブが次々と湧いて襲いかかってきます。私は検証のために安心のポーションを使いましたが、何も使わないと本当に何も見えないほど暗いです。キャットナップ。次はキャットナップです。彼は夜ベッドで眠る時にランダムで出現します。出現すると周囲が赤い煙で包まれ、視界が一気に悪くなります。その中で現れるのは幻覚のキャットナップ。何度か攻撃を当てることでやがて本来の姿を現します。そしてその瞬間を狙って攻撃すれば勝利することができます。ただし気をつけてください。この赤い煙の中ではダメージを受け続けます。さらにルインドクリッターズたちも現れるため難易度はかなり高めです。キャットナップは移動範囲が広く姿を見失いやすいですが、闇の中で光るその目を頼りにぜひ挑戦してみてください。ドクター。続いてはドクターです。彼は壁に取り付けられた防犯カメラに見つかると出現します。しかも一度見つかると複数体が現れる仕組みになっています。ただし実際に動くのは1体だけ。周囲は暗く包まれ、視界がどんどん悪くなっていきます。この状態では攻撃もできないため、まずは暗闇の範囲から逃げることが最優先です。防犯カメラは壊すことが可能なので、ドクターに遭遇したくない場合は見つけ次第カメラを破壊しておくと安全です。ちなみにこのカメラ、なんと村の中にまで設置されています。どうやら村人たちにプライバシーは存在しないようです。同意。次は同意です。実は同意には2つの姿があります。一つは友好的な同意、もう一つは自我が崩壊した攻撃的な同意です。まずは友好的な同意から。彼はランダムに現れてプレイヤーに染料を渡してくれます。さらに数匹のクリッターズを連れています。そのクリッターズたちに体の色に対応した染料を与えると、なんとバフ効果を得ることができるんです。一方、攻撃的な同意はというと、出現方法がわからなかったため、今回はスポーンエッグで召喚してみました。しかし、動きがあまりにも速く、あっという間にやられてしまいました。本当に強かったです。もし、この同意の倒し方を知っている方がいたら、ぜひコメントで教えてください。アイテム。そしてもちろん、グラブパックのハンドも登場します。原作にかなり忠実に再現されていて、オムニハンドこそありませんが、それ以外のハンドは全て実装されています。ブルーハンドは攻撃用、レッドハンドは移動に使えます。グリーンハンドは感電効果で敵を動けなくし、パープルハンドは高くジャンプすることが可能です。さらに、フレアハンドは火炎のエンチャントがついてる弓です。羊を一瞬で焼肉に変えます。そしてもう一つ、ゲーム開始時の初期装備として、ポピーからの手紙もあります。内容を簡単に説明すると、彼らが逃げた。そして今、君を探している。テープを見つけてテレビに入れよう。きっと多くのことを教えてくれる。スマイリングクリッターズは味方。助けられるなら助けてあげよう。君はブルーハンドしか持っていない。
残りは実験体が奪った。つまりこの手紙は、ボスを倒してハンドを取り戻す物語の始まりを示しています。問い。そして最後に紹介するのは、ハギー&フレンズのもう一つの目玉とも言える、クオリティの高い、可愛らしい問いたちです。すべては紹介しきれませんが、その数はなんと50体。おそらく、プロトタイプ以外のほとんどすべてが登場していると思われます。中には、リジェクトルーム送りになったおもちゃや、チャプター4のピアノザウルス、さらにはナイトメアクリッターズまで勢揃い。見ているだけでも、本当に感動しました。特に印象的だったのは、ボクシーブーのバネの再現度。細部まで丁寧に作られていて、制作者のこだわりを感じます。現状、これらのトイがクリエイティブ専用なのかはまだわかりませんが、今度ゆっくりサバイバルでハギー&フレンズをやりたいですね。ご視聴ありがとうございました。